敵地付近です。おはようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。本日はですね、岡田インターナショナルさんへ来てます。ご紹介したいと思います。岡田インターナショナルの岡村さんです。岡村です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。岡田インターナショナルで、楽器の調整修理、あとは海外から楽器が来た時の、検品とか、前回ぐらい、サーギターの原稿の質問が動画中でありましたけど、はい、1弦から6弦まで全ての弦が同じ原稿にしてるものもあります。サーのギターがそうですよね。でしたよね、岡村さん。ありましたね。合ってますああいう調整をやったりしてます。合ってました。よかったです。サーギターの原稿は基本的に1弦から6弦まで全ての原稿が一緒なんですよね。そうです、一緒です。うちのね、若いやつが岡村さん動画で質問されてますよって教えてくれてはい、それでですね、今日は岡田インターナショナルさんにこうしてやってきたのは、質問&リクエストフォームのところに EMG のアースについての質問があったんですよ。この質問をいただいた時に、果たして正解はどっちだろうってちょっと自分で迷ったんですね。はい、その質問を読まさせていただきます。こんにちは、修理どうでしょうの動画毎回楽しく見させてもらってます。私の質問は EMG アクティブピックアップ搭載ギターにブリッジアースは有効なのかです。私の所有する EMG 搭載ギターにはそもそもブリッジとキャビティをつなぐ穴が開いてませんし、昔 EMG の公式サイトでも不要と書いてあるというのを読み、長年その点に関しては不自由なくエレキギター演奏を楽しんできましたが、ネットでは EMG に弦アース不要なんて言ってるやつは使ったことないアホなんて回答にベストアンサーがつけられたりしてて、自分の信念が揺らいでます。不自由ないならそのままでいいのではと言われそうですが、神谷さんの考えが聞ければすっきりすると思うので書いてみました。ご回答いただければ幸いです。このようなですね、質問をいただいたんですけれど、まずじゃあ先に自分の今までやってきた考え方を言っていいですかね。すごいドキドキするんですけど確かにこの質問いただいた時にふとね思い出したことがあって、スプリングアンカーのキャビティがあるじゃないですか、そことコントロールキャビティの貫通穴が開いてないね、EMG 搭載のギターにね、出会ったことがあったんですよ。なんかそんな記憶が蘇ってきて、当時は当然EMG であろうと、一応弦アースはあった方がいいっていう考えなので、今でもそうなんですけどね、お客さんの了解を得て貫通穴を開けさせてもらって、で弦アースをスプリングアンカーのところから取ったりっていう処置をしてたんですね。弦アースを取った時とそうでない時とを比べてみても、弦を触った時のノイズのレベルの差っていうのは全然ね、長感上はね変わんないっていうのが正直な感想で、とりあえず今の自分のスタンスとしては、一応弦アース取った方がいいだろうっていうスタンスで来たんですけど実際その辺、どうなんでしょうか。これね、難しいというか、神谷さんみたいな弦アース取る人と弦アースが取られてないギターが存在する、両方間違っちゃないんです。なるほど。はい。で EMG のメーカーに弦アースは不要と書いてあると、これは事実です。じゃあ公式の EMG のスタンスとしては、弦アースは取らなくてもいいですよっていう必要ありませんよ。でこれは想像の域は脱出できないんだけど、アメリカって訴訟国家じゃないですか。で弦アースって辿っていくとシールドつながって最後アンプまで行っちゃうと。確かに、もしアンプに何かが起きた時に電気が逆流してくると、弦アース取ってることによって感電する可能性がある、ゼロじゃないと、そんなこと起こるわけねえだろっていう人もいるかもしれないけど、何かの何かで本当に何かがあった時に
ビリビリってくるとか、9ボルト電池入ってるから、はいはいはい、この電池が原因でビリってきてんじゃねえかとか、うんうん、いらぬ誤解を受ける可能性があるから、うんうん、実際ローインピーダンスで外来ノイズの影響も受けないしと、受けにくいし、だから減圧なくても平気だよ。一方で、はい、減圧取ってるメーカーもいます。 EMG を搭載してるメーカーで、ブランドで、最初もう減圧はもう必ずつけると。減圧つけてるメーカーもいます、僕らもサドウスキー作ってた頃、はい、EMG つけてっていう時、はい、減圧つけてました。あ、聞きました。サドウスキーもEMG 搭載する時には、減圧つけてました、はい、ということです。減圧が取れるんだったら取った方がよりローノイズになります、そもそもその減圧の目的って何よって。人間の体って、こうノイズを集めるアンテナのね役割みたいなもんじゃないですか、よくパッシブのギターとかでテーブルの上にギターを置いて、ピックアップの近くにこうやってね手をこうかざすとジーってこうノイズが増えますよね、そういう楽器あったよね。テルミンそうこういう感じね。こういう感じね。誘導ノイズ。誘導ノイズ。プレイしてる時にアンテナの役割をしてしまうその人間の体がノイズの元がこうギターに近接してるようなもんなんで、それを減圧取ることによってグラウンドに落とすと、そういう考え方ですよね。実際 EMG であってもちゃんとグラウンドはグラウンドで安定してないといけないし、でグラウンドホットってギターの回路の中だと2つでしょ、プラスかマイナス、はいはいはい、でどっちつかずのやつがいることによってノイズを受けやすくなる、人間の体がアンテナになっちゃう。それは人間の体は信号を発信しないから、だったらグラウンドでいいじゃんと、ゆえに減圧取るので、電位差があるとノイズが乗ったり、あとなんかパチパチって音がしたりとか、はい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 、ネジ触るとジーっていうジーってやつねはい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 、いらぬことが起こるので、なるべくグラウンドとされるものは必ずみんなどこもグラウンドになってた方がいいと。ネジ触った時のあれで思い出したんですけど、ストラトの3ピックアップの、ネジ止めてるネジ、あれも結局アースに落としてるやつはアースに落としてますよね、あるね。あと裏に銀紙貼って、であそこもだから試してみるとね分かるんですけど、ストラトのねあそこのマウントのネジピッてこう触ると、急にねノイズが増えたりするんですよ、で一番分かりやすいのポールピース触る、確かにあれも G っていう、あれも G と言いますでそのポールピース触った状態で弦をピッて触るともう片方でね、そうするとピタッと止まりますからね、そう分からない。今ちょっとねEMG の搭載したギターで録音したねノイズのレベル、ボリュームとトーンはフルテンにした状態で、アンプのボリュームかなり上げてね、このザーっていうノイズを録音してみたんですよ、当然ながら減圧なしの時はね触っても全然変わんないですよね、で減圧ありにした時もやっぱりね触れた時とそうでない時のそのノイズのレベルの差っていうのは全く聴感上はね分かんなかったです。変わんなかったです。で一つね発見したんですよ。スペクトラレイヤーズっていうソフトを導入して、でね周波数でこう見てみたんですね。今ちょっとここに出しときますけど、減圧なしの方が 80Hz とか 100Hz あたりものすごく低音域の部分でのノイズ音っていうのが若干ね
増えてたんですよ。全く条件は一緒で録音したんですけどね、普段こう部屋の中で弾いてるぐらいの音量だったら、もう全く気にしないレベルでいいと思うんだけれど、こうやって一応分析してみると、ほんのちょっとの差が出たっていうね、一応結果になったんですよ。なるほど。これハムノイズっていうやつじゃないかな。50Hz のノイズっていうのがギターとか信号に乗るの。消えてるっていう。回路安定するから理論上は合ってんじゃないかな。合ってるっていう、なるほどね、ハンバッカーとか、手前味噌のサーのサイレントシングルコイル SSC システム、あれは 60Hz とか 50Hz のハムノイズを取るのが目的で。そうなんですか。へえ。実はね、あれの仕組みはね、いまいちよく分かってないあれもハンバッカーと考え方は一緒、位相反転されたって、これ難しいかな。位相反転されたコイルで飛び込んできたノイズを打ち消し合う。なるほどね、自分も実はね電気弱いんですよこう知ってるように見せて今まで演じてきてるだけなんで電気に関してはちょっと素人に毛が生えたぐらいかもしれないので、電気に関するツッコミはあんまり今後やめてくださいねはい。これまた脱線するけど、アース取れば取るほど肺落ちのリスクというのは増えていくと。今言ったその肺落ちが、アース取れば取るほどね、長所に現れてくるっていうのは、でも長官上でも現れます。パッシブのパッシブだとあると思う。60年代のフェンダーのピックガードの裏についてるアルミの板、でっかいね、あれを取っ外すと音やんちゃになるから、それはその分肺がグラウンドに落っこって消えちゃってたと。ローノイズって言うけど、ノイズ処理 しまくるといい音が残念な感じに印象になることもあるかも要するに、ハードロックガンガンやるんだったら、ノイズ気にするなっていうね。ノイズも音のうちって。確かにそれはその通り。些細なこと気にするんだったらロックするなこれ言い過ぎですね、ちょっとね。またなんかコメント欄にいろいろ荒れそうですけど自分がこうやってね EMG にゲンハースついてないものに対してゲンハース一応取ってきたんですけれど、一応それをもう否定されなかったということですごくね今日ほっとしました皆さんこの動画撮るこの瞬間までは自分回答聞いてないですからね。だって答え言わないでって言うじゃん一応簡単にまとめると、じゃあアースの件に関しては取りたきゃ取れ、取らなきゃ取らないでもいい、そんな感じで。 EMG に乗せ替えた時ってパッシブから乗せ替える人がほとんどだと思う。多分ゲンハースの線ピヨって出てると思う。もともとね、それわざわざ切ってとかやるよりも、そこまで来てんだったらつけとけばっていうね確かにスプリングアンカーのあそこからこうね取ろうとするとハンダゴテ熱量上げなきゃいけないししまいなやってるうちにやけどするしみたいなねはいありがとうございます、もうすっきりですねではですね、アースの話が出たので、もう一つ質問&リクエストフォームに来た質問を読ませていただきます。いつも楽しく拝見し勉強させていただいています。私はほぼエレキギター専門で改造や修理を趣味にしているのですが、近頃は電気回路の工夫にどっぷりとハマってしまい、特に SSH 配列のピックアップレイアウトでポジションごとのバランスやスイッチングによるサウンドバリエーションの工夫をするのが楽しくて仕方ありません。ところで専門的な計測器を持っていないこともあり、出音だけで検証できない事柄としてアースの考え方というものが課題になっています。スイッチやジャックへのホット線と同じより線ワイヤーでアースを取り回すべきなのか、アース専用のスズメッキ単身ワイヤーを使用すべきなのか、
またエンジニアの方たちはそれはどういう理論でアースワイヤーを設定しているのかという基本的な部分ですというご質問をいただいてます。まずじゃあアースの取り方についてなんですが、確かサドウスキーもアースのポイントを1箇所にまとめて、でそれで各アースをこうボリュームポットからそこまで、バランサーからそこまでとか集中してやってましたよね。トンポットからそこまでって、ね、輪っかでこういうふうに刃がいって、そこからジャックいって、岡村さんに説明していただきたいんですけれどちょっとね電気のこと素人なんでね、なぜじゃあ、そのようにする必要があるのか。俺もね言うほど電気詳しくないのでただ今まで仕事してきた中でいろんなワードは飛び交うわけです。そこの中にグランドループって言葉がありました。来ました。グランドループですからね自分も初めて聞く言葉が出てきました、それを気にしてそうやってると。アースは一箇所にまとめろと。右からもいけるけど左からもいけるっていうグランドの取り方はやめなさいとかのがどうもグランドループの考え方みたいと。分かりやすく言うとなんか例えると、小さい頃やってた水道管ゲームのイメージがあって、全部管がつながってれば音出るし、つながってほしくないとこつながっちゃうと、音出なかったり濁っちゃったりすると。グランドは排水溝、下水に流れます。その時にこっちにも排水溝がある、こっちにも排水溝があると。水の勢いが違うところでその排水溝が設定されてると流れきらないところがいると、一箇所にまとめて、ドーンって流しちゃえば流れやすくなる、今おっしゃったその考え方をこう図にしてみたんですけれど、岡村家のがあります。で神谷家があります、でここには下水です。こんなことしちゃうとこっちからもいけるし、こっちからもいけるし、ましてやこっちから入ってきちゃうかもしれないし、こういうことが起こりやすくなる回路はやめましょう。なるほどなるほど。そういうことです。つまり、要はグランドループというのは、要はアースの取り方として、ここでドーンって落とすんだったらちょっと溜める場所があったとしよう。ここに集中させて一気に排水しましょうとこれに関しては大電流であればあるほど、こういう可能性があるかなと。家のブレーカーカバーかかってるところ、あそこパカッて開けると綺麗に止まってて、こっち側はこっち側って、要は極力その流れをね、スムーズにしましょうってことですよね。要はね、さっきの質問のアースに使う線をこのより線と、いわゆるスズメッキ線ね、スズメッキ線ね、単身ワイヤー線っていうやつ、深いですね。これ深い質問です。深い質問です。深い質問です。これね、これは沼に、はい、じゃあ先生、先いいですか。はい、ぶっちゃけ、どっちでもいいんじゃない、つながってればっていう考えでやってました。機能はします。問題なく使えます。洗剤変えると、音変わります。エフェクター屋さんとかに聞くと、信号ってリード線とかの10本ぐらいで束になってる。1本の中をこう壁にバシバシ当たりながら進んでいくと、太い、こんなのないけどさすがに太い洗剤だと当たり方が変わるでしょ。電子レベルの話ですよね。そう音違うと言われて、確かにと思って洗剤の話だけが出てたけど、例えば、昔銀ハンダってあったでしょ。銀ハンダと普通の鈴ハンダと音違います、銀ハンダの方がパキパキ、やかましいなっていう音になる。キンキンになってねあれも電気が通りやすいか通りにくいかとか、そういうのだからどっちのワイヤーを使用すべきなのか、どっち使ってもいいです。好きな方なんだけど、多分音違ってくると思う。洗剤が持つ特性、
だってほら、例えばねストラトキャスターとかで、通常はより線じゃないですか、だけど全部単線の、単身線にしてくれっていうような色合いありますもんね。もっと違うと思う、それが好きかどうかはその人次第またね、好みによって違ってくるけれど、上がもっと出てほしいとか、ぶっとく出力したいとか、イメージ的にも、こうぶっとい単身線1本だと、こうなんかより低周域とかっていう、そっちが強くなるっていうかね、太くなる感じ、でもその分なんか上がなくなっちゃってんじゃないかって気もしたり、それはでも下が強調されたから相対的に上が隠れて聞こえるのかなっていう、マスキング効果とは多分別だと思う。本当に電気がそういう電気の通り方してる。同じ洗剤でも皮膜、外側皮膜が違うと音質違うと。沼ですよ。本当ですか？沼です。沼に来ました。それは硬いリード線とふにゃふにゃなリード線。昔 EMG から洗剤分けてもらってサドスキで使ってた時、ナイロンの硬い線だった。それを普通に売ってるアメリカンワイヤーゲージのみたいな、そういうハンダゴテ当てると溶けちゃうようなやつ、全部変えるだけで音全然変わっちゃうから。結論は何が正解はないです。ないですね。いろいろこう変えてみて、自分が使ってる機材で鳴らした時に、結果として自分の好みの音に近づくのかっていうような判断でいろいろこうやればいいってことですよね。どれが正解で、じゃあ例えばより線使ってるのが正解で単身線がダメなのかなんて、そういう世界じゃないってことですよね。さっき言ったそのアースのポイントね、ギターのピックアップの回路の中では微弱なね、電気の信号なんであんまり関係ないかもしれないけれど、一応アースのこの取り方は一箇所にまとめた方が、いいようなそう、見た目的にも綺麗っていうのは、見た目もそうだしね。あと修理の時、僕ら修理屋さんは楽。たまにレスポールとかね、トグルスイッチこっちにあって、メインのコントロールこっちみたいな時に、あれこれアース取れてんのかなみたいなねどっから取ってんのっていうのありますよね。テスターでこうやって調べてみると、ちゃんと取れてんだみたいな、あと取れてんのかなと思ったら取れてなくて、触るとジーって言って、あるそういうこと修理屋さんやってます。綺麗に配線されてるのを見ると、修理する側としてもパッと見て、ここが原因なんだなとかっては判断しやすいですし、一番へこむ時はこうパカッて裏蓋開けた時に、うじゃーみたいになってる時ね。それは嫌だ。それもうハサミでぶっちぎりたいみたいな何でもそうですけど、こうきちんと整理整頓してきれいにしましょうっていうことですよね。ノイズの受けやすさも変わってくるはずなんで、きれいだとやっぱノイズ少なかったりするので、ちょっと脱足ですけど、サスティナーだ、なんかね、その説明書を見たら、この線とこの線は必ず何センチ以上離してくださいとかね、影響を受けちゃうやつもあったりして、ローインピーの信号線って近くにハイインピーの線が来ると影響させちゃう、ハイインピーダンス側が影響を受けちゃうってことですよね。強い電流が流れるところのそばに弱い電流の線を置いちゃうと、線から必ず全部出るので、要はぶっとい川がバシャバシャ流れてるところにほんのちょろちょろちょろっていうような水がこう流れてたとすると、そのね近さがこのぐらいだとしたら、大きい川の流れのしぶきがどんどんこう来ちゃうみたいなね、そういう話ですよね。そうですね。はい、正解はないので、ご自身のその好みに合った、線を配線材を使うべきと、そういうことですね。ありがとうございます。こんな感じでいいですか？
あんまりだってこれで3ドッツよろしくねって言ったらコマーシャルベースになっちゃうじゃん。うちのチャンネルは別にほらどこのしがらみもない岡田インターナショナル今サドウスキーなくなっちゃったんで。あ、そうなんですよ、ね、長年ねサドウスキーのもうずっとやり続けてて、ね、今作ってるサドウスキーブランドはアーチトップってジャズギターフルアコの、はいはい、あれだけはまだ岡田で作ってます。で世界中にロジャーのところに出荷して、で工場で作ってもらったのの最後の調整とかセットアップをうちでやって点検して出荷されてます。日本国内はうちからで、海外のお客さんたちにはロジャーから出荷されてます。ベースとかギター作らなくなっちゃったんで、代わりに今3ドッツ点が3つっていうブランドを新しく始めて作ってます。あとは輸入代理店業務、よく話が出るサーギター、はいはい、と B3 ってジーン・ベーカー、元フェンダーのマスタービルダーだった人、ジーン・ベーカーがやってるビルドバイ・ベーカーで、BBB で、それで B3 っていうね、あれジーン・ベーカーってフェンダーのマスタービルダーの印象が僕なんかもあるんだけど、その前にギブソンのカリフォルニアにあった西海岸側にあった、サービスセンターがあった、リペアセンターがあった、はいはい、そこでスティーブンスって人と一緒にギブソンのギター直したりしてて、ギブソンも知ってるしフェンダーも知ってるしっていう人が作ったギターブランドで、最初ベーカーでスタートしたんだけど、その後ブランド名変更して B3 っていうのになって、B3 と岡田インターナショナルのコラボで日本製の B3 っていうのも売ってます。なるほど、はい、自分にとってちょうどこの岡田インターナショナルさんの付き合いっていうのが、もうかれこれね20年弱、17、8年ぐらいになるんですよね。岡田インターナショナルさんに関わりを持ったきっかけっていうのは、ブリードラブギターっていうアコースティックギターなんですけれど、それの関係でよくここにね来させていただいたんですけれど、かれこれもう18年の付き合い、そのきっかけでサドウスキーのその調整の仕方とか、あとはそのサーのね調整の仕方とか、岡村さんから直接教わったりとかしたんですけれど、本当に岡田インターナショナルさんっていうのは人生の中でのちょうど分岐点みたいな感じで、ここをきっかけにねバーッと広がったっていうのがあるんで、もう本当にもう頭が上がらないというか、もうこれからもよろしくお願いしますって感じでサドスキーでインレイ入れてもらったことあったよね。はいはいはい、スペシャルのねモデルね、あれ海外の人もなんだこれってなって問い合わせ来たよ。本当ですか？メールが来た。これはどこで買えるんだって、もう買えないってもうあとじゃあ5年ぐらいしたらもうやりましょうかほとぼりが冷めたところで若いねリペアマンの方もねこういうつながりの中で仕事がね、仕事のきっかけになってくるのでね、こういう一人でこもっていろいろ作業してるのもいいんですけれど、表にね出てくとねバーッと世界が広がるので、そういうところやっぱり大切ですよね。大切ですね。ということで今日はですね、岡田インターナショナルさんに来させていただいて、いろいろ楽しいお話を聞けました。岡村さんありがとうございました。こちらこそまた遊びに来てください。はい、私に何かあったら雇ってくださいね、はい、ということで、いかがでしたでしょうか。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。それではさよなら。